こんにちは、みちるです。暑い日々が続いていますが、皆さんお元気でいらっしゃいますか？私は庭仕事は諦めて、冷房の効いた部屋で無理せず猫たちと過ごしています。そこで今回は新しいグリーンも増えたので、我が家の観葉植物を改めてご紹介します。これから観葉植物を飼いたいという方の参考にもなるよう、おすすめキーワード別に紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず紹介したいのは、最近その魅力にハマっているシダ植物です。こちらはこの春に購入したネフロレピスビセラータです。葉の先が魚の尾びれのように枝分かれしているので、フィッシュテールファンとも呼ばれています。透け感のある葉と垂れ下がる姿が美しくて、部屋に飾ると一気におしゃれになります。ハンギングプランツとしても人気ですが、こんな花台に飾るのにも向いています。シダ植物なので霧吹きの水が大好き。気が向いたらシュシュッとしてあげると喜びます。次はこちらのシダ植物、波打つ葉がおしゃれなアスプレニウムです。アスプレニウムはいろいろなタイプがありますが、我が家のはスッと伸びる細い葉がおしゃれだなと思います。霧吹きをしてあげると、この季節は芽もどんどん出てきます。次にご紹介するのは、アートのような佇まいのビカクシダネザーランドです。鹿の角のように伸びる葉がかっこよくて、他にはなかなかない存在感ですよね。乾いているなと思ったら、緑の葉と貯水葉にたっぷり霧吹きしてあげてください。こちらのキッチン棚に置いているのもビカクシダ。どこに置いても張りのある細長い葉がおしゃれなアクセントになります。水切れに強いのもポイントです。ここからは育てられるか自信がないけどおしゃれな観葉植物が欲しいという方におすすめを紹介します。まずはこちらのフィカスバーガンディ。深い緑の葉のシックなゴムの木ですが、育てるのがとっても楽です。水やりは週に1度か、下手すれば10日に1度ぐらい。でもへたれたりしないし、虫も湧きません。観葉植物の初心者の方には絶対おすすめです。次はこのアスパラガスです。レースのような繊細な葉が作る涼しげな表情が魅力です。これも乾燥にとても強い。水をあげないと確かに一部の葉は枯れますが、でも葉がだらんと垂れたりせず、基本的に元気です。ついつい水やりを忘れてしまうという人に本当におすすめです。次におすすめなのがサンスベリアです。我が家にあるのはシルバークラウンという品種です。肉厚のシルバーがかった葉が放射状に広がる姿が
小さいながら存在感抜群です。とにかく乾燥に強くて、今も水をあげるのは10日に1回ぐらい。耐陰性も強いので、暗めのところに置いても大丈夫です。我が家のシンボルツリー、フィカス・イレグラリスも手間が本当にかかりません。フィカスの中でも細い葉が特徴のスタイリッシュなグリーンで、軽やかな印象なので、大きくても部屋に馴染んでくれる気がします。週1の水やりと葉にシャワーをたっぷりかけてあげることで、病気や虫知らずで楽しめると思います。育てやすいといえば、このセロームも本当に丈夫です。過去の動画でもお話ししたのですが、このセロームは実家から受け継いだものなのですけど、本当に元気。父はおそらく鉢替えもせず水だけあげてきたと思うんですけれど、それでも30年。長く育てる植物を探している方は、ぜひセロームお迎えしてみてください。そして丈夫といえばポトスは外せません。水切れに強くて本当に頼もしいです。ポトスも今はいろんな種類があって、こちらはマーブルクイーンという私の一押しです。ただマーブルクイーンは葉緑素が少ないので、明るい室内に置くのがコツです。そうしないと葉が緑色になってしまいます。それだけ気をつければ水切れにも強いですし、おすすめです。垂れ下がる葉が空間におしゃれなアクセントをプラスしてくれるつる性植物。このビロードカズラスタンは中でもつるがぐんぐん伸びる元気な植物です。元気なだけでなく、ビロードのような光沢のシックな葉が棚をドラマティックに彩ってくれます。こちらは先日可愛いなと思って購入したリプサリス。つる性の多肉植物です。細長いぷっくりとした葉が個性的で、これからの成長がとても楽しみです。エスキナンサスマルモラタスという名前のこの植物、肉厚の葉は深いグリーン色で、何よりゼブラ柄のような模様がとってもおしゃれ。大人っぽい空間を演出したいならとってもおすすめな植物です。ただ葉が乾燥すると虫がつきやすいので、霧吹きは割と多めにすることをおすすめします。小さな葉がかわいいこちらはスキンダプサスミニグリーンです。光に当たるとシルバーがかって見える葉が特徴で、つるもぐんぐん伸びる元気な植物です。こちらも同じくスキンダプサスの中のピクタスという品種です。ハート型の葉にシルバーの符がいっぱい入った独特の光沢感のある葉が印象的です。こんな風に背の高い入れ物に入れて楽しむのもおすすめです。そしてこちらがつる性植物の代表ともいえるポトスです。このポトスの素晴らしいところは、つるの伸びる速度と暗いところに置いても元気でいてくれるところです。光の入りにくいキッチンの棚などに飾るのにも向いています。
最後に紹介するのがつる性のホヤです。個性的な形の多肉質な葉が可愛いのですが、こちらは育てるのに苦戦しております。1年前より葉が減ってしまいました。根の状態が良くなさそうなので、活力剤を与えて元気になるよう見守りたいと思っています。小さい苗を購入して大きく育てることを楽しみたいという方におすすめなのがエバーフレッシュです。涼しげな葉が人気の観葉植物ですが、成長速度がとっても速いらしく、3年ぐらいでシンボルツリーのような大きいサイズになってくれるそうです。私もこれから大きく育てていきたいと思うので、また経過報告をしたいと思います。そしてもう一つ大きく育てるのにおすすめなのが、通称ボトルツリーと呼ばれるこちら。この夏我が家にお迎えしましたが、個性的な幹のフォルムと細い葉が気に入っています。オージープランツで乾燥にめちゃくちゃ強いそうで、少しぐらい水やりを忘れても枯れたりしないそう。また虫もつきにくく手がかからないということです。こちらも成長がとっても楽しみです。Could you catch me up here? Tell me what you felt. My head is filling bottles that keep falling off the shelves. Well, every word hit like a prism out of color that was wasted. I could see through every layer. This was heaven, I could taste it. Tapping on the counter, terracotta floor. Voices warm and blended, weaving through the door. My skin was wide awake, so close I could hardly take it. Move quiet, bleeding into spiritual healing. Spiritual healing. I'm a billion people whispering. Spiritual healing. An earthquake at each step you take. Spiritual healing. Hearts in a handshake. Could you start from the beginning and don't miss a verse? I'll treat you like a mirror and reflect what I just heard. Well, every word hit like a prism out of color that was wasted. You could see through every layer. This was heaven, you could taste it. Spiritual healing. Spiritual healing. I'm a billion people whispering. Spiritual healing.
So